ガラス工場と聞いて、皆さんはどんな光景を思い浮かべるでしょうか。耳をつんざくような高音、巨大な炉から吹き出す真っ赤な炎。そんな、これまでの常識を覆す、静かで炎のない工場が誕生しました。2025年12月、日本のガラスメーカー、日本電気ガラスが世界初となる偉業を成し遂げました。医薬品を入れるための高品質なガラスを全電気溶融、つまり電気の力だけで量産することに成功したのです。ガスなどの燃料を一切燃やさず、さらに再生可能エネルギーを活用することで、製造工程から出る CO2 を 90% も削減しました。世界中のライバル企業が難しすぎると頭を抱えていたこの技術、なぜ日本企業だけが実現できたのでしょうか。今回はガラス産業の歴史を塗り替えるこの静かな革命について解説します。日本電気ガラスが実用化したこの技術、正式名称をネムトと呼びます。一体これまでのガラス作りと何が決定的に違うのでしょうか。お湯を沸かすシーンを想像してみてください。これまでのガラス工場は大きなやかんをガスの火で外側から熱している状態でした。これだとやかんの周りの空気まで温めてしまい、せっかくの熱がたくさん逃げてしまいますよね。ガラスを溶かすには1600度近い超高温が必要ですから、その燃料代やエネルギーの無駄は凄まじいものでした。対して今回採用された全電気溶融は、水の中に電気ヒーターを突っ込んで沸騰させるイメージに近いです。ガラスの原料そのものに電気を流して熱するため、熱が外に逃げようがありません。理論上必要なエネルギーは従来の数分の1で済むと言われています。ここである矛盾に気づくかもしれません。ちょっと待って、ガラスは電気を通さない絶縁体じゃないのと。確かに窓ガラスや電線に使われる外紙は電気を通しません。一方で温度が上がってドロドロに溶けると電気を通すようになるという不思議な性質も持っています。専門用語ではこれをイオン伝導と呼びます。高温になったガラスの中ではナトリウムなどのイオンが自由に動き回れるようになり、それが電気の運び屋となるのです。そこに電気を流すと電気抵抗によってガラス自身が発熱します。ニクロム線に電気を流すと赤く熱くなるのと同じ原理をガラスそのもので起こしているのです。なんだ、理屈は簡単じゃないかと思われるかもしれません。しかし今回対象となっている医薬品用ガラス素材は、この電気溶融にとって最悪の相性を持っています。医薬品に使われるガラスは包茎酸ガラスと呼ばれており、理科の実験で使うフラスコやビーカーと同じ熱に強くて硬いガラスです。皆さんも気づいたのではないでしょうか。この熱に強いというのがくせ者なのです。溶かすためには普通のガラスよりもさらに高い温度が必要になります。しかも粘り気が非常に強く、ドロドロとした水飴のような状態が長く続きます。さらに厄介なのは均質への要求レベル。注射薬を入れる容器ですから、不純物の混入は許されません。電気溶融ではガラスの中に電極という金属の棒を直接突っ込みます。この電極にはモリブデンなどの特殊な金属が使われるのですが、温度制御を少しでもミスするとこの電極自体が溶け出し、ガラスを汚してしまうのです。1600度を超える灼熱の炉の中で見えない電気の流れをコントロールし、電極を溶かさず、しかしガラスだけを均一に溶かし続ける。世界中の技術者が医薬用ガラス素材で全電気溶融はリスクが高すぎると二の足を踏む中、日本電気ガラスはこの見えない電流の制御に成功しました。まさに職人技と科学の融合と言えるでしょう。少し視点を変えてみましょう。なぜ日本電気ガラスはこれほど技術的に難しく
リスクの高い全電気溶融に挑戦したのでしょうか。その背景には、ガラス業界全体が直面している、ある不都合な真実がありました。実は、ガラス産業というのは、典型的なエネルギー大食い産業なのです。砂などの原料を溶かしてガラスにするためには、岩石が溶岩になるのと同レベルの熱エネルギーが必要です。これまでは、その莫大な熱を作るために、天然ガスや重油を大量に燃やし続けてきました。工場の煙突から出る煙は、ガラス作りにおける必要悪だと長年思われてきたのです。もちろん、メーカー側も手をこまねいていたわけではありません。例えば、酸素燃焼。空気の代わりに純粋な酸素を使ってガスを燃やすことで燃焼効率を高める技術です。これだけでも画期的な省エネ技術として普及してきましたが、それでも CO2 をゼロにすることはできません。燃料として化石燃料を使っている以上、燃やせば必ず CO2 が出ますよね。もう一つの大きな要因は、彼らのお客様の変化です。ガラスの納入先は、主に世界的な製薬メーカーたちです。今、製薬業界では、ある数字へのコミットメントが経営の最優先事項になっています。スコーク3と呼ばれる指標。これは自社の工場から出る CO2 だけでなく、部品や材料を仕入れる段階で排出された CO2 まで含めて削減しなければならないという国際的なルールです。製薬会社が自社の工場をクリーンにするだけでは足りません。薬を入れるガラス素材を作るときにCO2 を大量に排出していれば、その製薬会社は環境意識が低いと評価されます。CO2 を出さないガラス素材を持ってきてくれ。このままでは取引を続けられないかもしれない。言葉には出さずとも、そんな強烈なプレッシャーがサプライチェーン全体に波及しています。特にヨーロッパなどの環境先進国では、この基準が商売の参加チケットになりつつあります。従来のガスを燃やす炉を少し改良する程度の小手先の対応では、この要求に応えるのが難しくなるでしょう。CO2 排出量を半分にするどころか、限りなくゼロに近づける必要がある。そのためには、熱源を火から電気へ根本から入れ替えるしかなかったのです。しかし、先ほど説明した通り、医薬品用ガラス素材を電気だけで溶かすのは至難の業です。多くの企業が水素を使ってはどうか、ハイブリッドならどうかと既存の設備を活かせる中間的な解決策を模索しました。そんな中、日本電気ガラスは全電気という最も険しいが、登りきれば最高の景色を見ることができるルートを選び取ったのです。2025年12月、日本電気ガラスのマレーシア工場で、ついにこの全電気溶融炉が本格稼働を開始。テスト稼働ではなく、実際の製品を顧客に出荷するための量産が始まりました。医薬品業界には、バリデーションという非常に厳しいルールがあります。製造方法を少しでも変えたら、その製品が変わらず安全であることを証明するために、膨大なデータと時間をかけて製薬会社の承認を得なければなりません。量産開始というニュースが出た時点で、すでに水面下では製薬メーカーによる厳しい品質チェックをクリアし、これなら使えるというお墨付きを得ていることを意味します。この事実は、技術の確かさを裏付ける何よりの証拠です。世界を見渡してみても、このスピード感は異例です。ドイツやアメリカなど、世界の巨大ライバル企業たちも脱炭素に向けて動いています。しかし、その多くはまだガスと電気を混ぜて使うハイブリッド方式や実用化に時間がかかる水素燃料の実験段階にとどまっています。そんな中、最もハードルの高い全電気一本に絞り、世界に先駆けて量産を始めた日本電気ガラス。この動きは、まさに周回遅れのランナーを一気に抜き去るような衝撃を業界に与えました。マレーシアという拠点選びも戦略的です。
再生可能エネルギーへのアクセスやコスト競争力を確保できる場所で、最初から世界市場を狙い撃ちにする。この準備の良さこそが、日本電気ガラスの本気度を物語っています。ここからは視点を技術からビジネスへと広げてみましょう。日本電気ガラスが開発したこの技術は、一体どれほどの価値を持つのでしょうか。これまでの素材産業は、どうしても価格競争に巻き込まれがちでした。品質が同じなら、1円でも安いところからか。これがビジネスの鉄則ですが、全電気溶融技術は、このルールを根本から変えてしまう力を持っています。ヨーロッパなどの環境規制が厳しい地域では、製造過程での CO2 排出量が基準を超えていると、高い炭素税を課されたり、そもそも販売許可は下りなかったりするリスクがあります。いくら中身の薬が素晴らしくても、それを入れる容器が環境に悪いというだけで、ビジネスのハードルが高くなるのです。そんな中で、日本電気ガラスのガラスを使えば、容器由来の CO2 を 90% 削減できると聞けば、誰でも飛びつくのは明白でしょう。この瞬間、ガラス素材は単なる素材から、市場への参入を許可する通行手形へと変わります。顧客である製薬会社からすれば、多少価格が高くても、日本電気ガラスのガラス素材を選ぶ明確な理由が生まれるのです。これは、ビジネス用語で言う、経済的な堀を築いたと言えるでしょう。他社が真似できない技術で、顧客をかっちりと掴んで離さない。医薬品業界のような、一度採用が決まると変更が難しい保守的な業界において、この環境性能という新たな切り口での差別化は、長期的なシェア獲得に直結します。この技術の影響力は、ガラス業界だけにとどまりません。エネルギーを使わずに、電気の制御技術で素材を操るという今回のアプローチは、セラミックスや化学薬品など、他のエネルギー多消費産業にとっても、大きなヒントになるはずです。炎を消すことで未来への希望を灯した日本電気ガラス。彼らの技術は静かにしかし熱く世界を変えようとしています。最後に今回の話を3つのポイントで振り返りましょう。1つ目は炎からの卒業。日本電気ガラスは医薬品用ガラス素材という最も扱いが難しい素材に対し、ガスを一切使わず電気だけで溶かす技術を世界で初めて量産化しました。2つ目は 90% もの CO2 の削減に成功した衝撃。製造時の CO2 排出量をほぼゼロまで削減し、環境規制に苦しむ製薬メーカーにとっての救世主となりました。3つ目は経済的な堀による顧客拡大。欧米の巨人がひしめくガラス業界で日本企業の技術力が再び世界をリードする勝ち筋を示しました。皆さんはこの全電気溶融という技術、今後世界中の工場で当たり前のものになっていくと思いますか？それともまだガス炉の時代は続くと思いますか？ぜひ皆さんの予想をコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。